健介様。おはようございます。昼を過ぎた頃に先触れが来るだろうとのこと。柄にもなく緊張されているのですか？そうですか。本物の臆病者は夜中に城に忍び込んだり、風邪なのを承知で相手の本陣を突くようなことはしませんよ。安全ですか。一度健介様の頭の中を覗いて、一体どのあたりに安全の基準があるのか知りたいものですね。やれやれです。そういう口説き文句をしれっと言うから始末に吠えません、このお頭は。重々承知しておりますよ。女房よりも妻、奥という響きの方が私は好きです。いよいよですよ。待ちに待った再会の日がやってきましたよ。そりゃあそうですよ。殿にだってお市様にだってもう何ヶ月も会ってないんですから。長かった。金ヶ崎でお別れしてからもうどれくらいの時間が経ったか。だけどようやくみんなと会えるんですから。はい。やれやれ、二人ともはしゃいでおるの。長尾武田とちぎりを結べども、両勢力と比較するのも馬鹿らしくなるぐらいの風ですからな。健介隊は不安にもなるというものですよ。いくつもの戦いをくぐり抜けてきた性病ですが、戦において数の差は覆しがたい力。仕方ありませんわ。ねえ、綾菜だったらどれだけ敵に囲まれても傷一つつかずにドッカーンなのです。綾菜、梅さんは例え話をしてるだけだからね。え？まったくですな。足利だけでなく、織田、長尾、武田、今川、浅井。主様は婚姻によって天下を統一しそうじゃな。南蛮では婚姻する男女の間には必ずラブというものがあるそうですわ。ラブとは何ぞや。好きとか愛してるとか、そういった思いのことでございます。ですからハニーが天下統一をするのならば、天下布武ならぬ天下ラブということですわね。
やれやれ、まさか新州組んだりまで駒を進めることになるとはな。機内の鬼は36不動尊の力を借りて結界を張り、都以外についてはほぼ動きを封印することができましたからね。鬼の春動をある程度は抑えることができました。今のところ機内は比較的安定していると見て良いでしょう。さすがに今日の都にはお不動の力は通じんか。今日の都は賢きところを中心とし、天照大神のご加護厚き聖域、仏の力で場を乱すより神のご加護に任せる方が良いとの判断でしょう。神だ仏だ鬼だなんだと、とかく怪しい時代になったものだ。世の流れ、いえ、この日の本の歴史の流れがそのようになったのかもしれませんね。あの小僧が来てからな。そうですね。ですがその歴史の流れが滝壺へ向かう流れならば、何としても止めなくてはならない。滝壺へ向かう歴史の流れか。その流れのきっかけが小僧というのなら、殿もまた偉いものを拾われたものだ。その拾った少年に影響を受け、殿も、いえ、我らも大きく変えられた。本来ならばどのような天下布武が行われていたのでしょうね。さてな、今となっては想像がつかんよ。そうですね。でもね、美月様。ん？健介殿とクオン様のおそばにて鬼を駆逐するために各勢力と力を合わせて天下布武を敢行する。その方が心躍りませんか？まあな、臆するわけではないが、人同士の殺し合いにならないだけ、まだ心は軽くなるのも事実だ。ならばこの天下布武こそ最良の天下布武である。私はそう思います。天下布武か。畿内を抑え、東海、甲信、越後伊勢を抑えればほぼなったとも言えるが、関東、東北、西国、四国に九州全土、日の本は狭いようで広い。天下統一には程遠くもありますが、まずは一歩というところでしょう。天下統一か。それもまた現実的になってきたと見るべきか。田楽狭間に舞い降りた天神を拾ってから、夢幻でしかなかった物語が現実となっていく。とかくこの世は面白いとでも言うべきか。その面白き世を続けていくためにも。ああ、この日の本より鬼を駆逐する、それこそが明日へ続く第一歩だろう。行きましょう。おう。久しぶりの遠征だな。越前討ち入り以来だね。健介様に会える。健介様に会える。ワンコご機嫌だね。だってやっと健介様に会えるワン。ひなは嬉しくないの？嬉しくなくはない気がするような、だけどしないような、でもするような、でもしないような。まあそんな感じかな。なんじゃそりゃ、素直じゃねえなひなは。また新しい女を作ったとかって、そんな噂も聞こえてきてるからね。なんだそりゃ、またかよ。健介のやつ男の風上にも置けねえな。でもたらしの風上には置けるんじゃない？天下御免の人たらし、新田健介様の本領発揮だね。ぐぬぬ、なんか素直にうなずけないぞ。ぐだぐだ言ってんな。あいつはあれでいいんだよ。なんだよ小夜叉、それぐらい僕にだって分かってるよ。分かってるんだったらいちいち口に出すなバーカ。なに？あ、なんだやるか？
鬼どもが弱っちすぎて欲求不満なんだ。いつでもやってやんぞ。わかな、落ち着いてってば。わかってるよ。仲間内で揉めたらクオン様が悲しむからやんないよ。やるわけないだろ。そうかよ。つまんね。緊張した。相変わらず尖った小刀みたいな雰囲気で何しでかすかわかんない感じだね。接し方に困る。確かにね。だけど若菜、相変わらずヘタレ。ヘタレとか言うな。それに相変わらずでも何でもないぞ。僕は小夜叉相手に無駄に命をかけたくないから引いてやったんだよ。小夜叉いつもイラ即残って感じだもんね。そうかな。金ヶ崎の軒口で東子様が討ち死にしてから少し変わった気がするよ。まあ確かに前よりは切れることもなくなってきた気はするけど、森一家の棟梁として責任感が出てきたのかな。多分健介くんと接することが増えてきてからだと思うよ。となると小夜叉の安定剤として健介には一刻も早く戻ってきてもらわないとな。自分が安定剤になろうって気はないの？ワンコにはあるっていうのかよ。まあ小夜叉のことは嫌いじゃないし、切れても手を出さないって約束してくれるんだったら普通に友達になれると思うけどな。今もだよ。苦手なのは僕だけかよ。若菜も小夜叉も根っこは同じなんだからいい友達になれると思うよ。同じ？僕とあいつが？僕あそこまで生印じゃないぞ。いいよ口調が普通なだけでやってることはたまにそっち方面に片足突っ込んじゃってるよ。マジで？大丈夫かな？健介に嫌われたりしないかな？健介くんなら大丈夫だよ。ヘタレな若菜も包み込んでくれると思うし。だよな。ならいいや。いいの？いい。このチョロさ若菜らしい。だけど自分でヘタレって認めてるようなものだよそれ。ヘタレじゃないぞ僕は。殿、お呼びで。黒、本陣を任せる。は？しばし自由になりたい。御意。では本陣の指揮はこの美月が承る。大義。おう、織田の武田長尾との約定通りだ。道中なかなか快適であるな。白百合か。松永衆の指揮はどうした？そう目くじらを立てるな、かかれ柴田よ。指揮は田島に任せておるわ。どうせ戦なんぞ起こらんだろうしな。のんきなものだ。気を抜く時に抜かんで好きができるか。やれやれ。で道中のことだが、甲信、東海道、越前を除く北陸道に存在する全ての豪族がほぼ各勢力の指揮下に入っていますからね。ほう。それにしても事態がここまで急に動いたことに違和感を覚えるが。それもこれも越前討ち入り後、京に戻って体制を立て直している時に現れた使者のおかげだ。使者？ほう、それは初耳だ。極秘の案件なれば当然であろう。やれやれ、未だ信用されずか。すねるな。この案件は我と美月、麦穂の3人だけで進めていたことだ。まあよい。まずは御田の化身を海中に抱くことが先決であろう。白百合。
一つ間違いを呈してやろう。健介は、御田の化身などといううさんくさいものではない。我の夫であり、皆の夫である。姿も、形も、声も、しっかりとした男であるぞ。ほっ、これは失言であった。わかればよい。じれておられるようだな。長きにわたってお一人でいらっしゃいましたからね。家臣として君の心の痛みはよくわかります。家臣としてねえ。何がおっしゃりたいのです？なーに、最近の麦穂は言葉を浪するようになったと、そう思っただけさ。意地悪ですよ、美月様。たまには良いではないか。双葉様、お疲れになっていません？そうですね。少し疲れてはいますが、それ以上に旅が楽しくて仕方がありません。ああ、そっか。双葉様ってあんまりお外に出たことがないんでしたっけ？はい。二条館より外に出たことは数えるほどしかありません。ましてや信州に行くなどと夢のまた夢でしたから。そうだよ、一。双葉様は由緒正しき足利将軍家のご令嬢なんだから。ああ、はいはい。まこっちゃんはほんとか弱い乙女に夢見てるよね。それはほら、僕は母上から江北の武士として鍛えられて、こんな男女みたいになっちゃったし。どこが男女？いい？まこっちゃんは一にとって大好きな女の子で一の旦那様なんだからね。そういうこと言っちゃダメだよ。ありがとう。本当に仲がよろしくて羨ましいです。羨ましいですか？はい。私も早く旦那様と再会したく思います。ね、ゆいなさん。まあ、しばらく顔を見てませんから、ちゃんとご飯を食べてるのかとか、怪我してないかとか、心配ではありますけど。ゆいなさんも素直じゃないのですね。それはそうと。あ、露骨に話題ずらした。ごめん。それはそうと、健介と再会した後のことを考えておかないといけませんよ、双葉様。後のことですか？はい。噂では健介は長尾景虎、武田晴信と祝言を挙げたとのことですから。まあ、さすが旦那様。皆に好かれていて妻として誇らしいです。それはまあ、人に嫌われるより好かれる男の方が好ましくはありますけど。でもまた奥の管理が大変になるね。一の言う通りです。奥の管理は私と双葉様の役目ですから、これから忙しくなりますよ。それは大変なお役目ですね。頑張りましょうね、ゆいなさん。はあ。兄様、お元気でいらっしゃるかな？金ヶ崎の軒口で行方不明になったって聞いたときは、家中のみんなが悲しんじゃって。はあ、織田はもう終わりだなんて思っちゃったもんね。それなのに越後春日山城から長尾の跡継ぎのお姫様をかっさらって、しかも現当主の景虎さんを妻にめとったなんて噂話が飛び込んできて、びっくりしたよね。その後すぐに武田晴信殿との祝言の噂まで飛び込んできたもんね。さすが天下御免の人たらしい。って握手しちゃってもいいのかな？まあお兄ちゃんらしいから一は拍手するけど、ゆいなお姉ちゃんにとってはどうだったんだろうね。どんどん恋敵が増えちゃって、ゆいなお姉ちゃんも大変だね。うるさいわよ、一。でも考えてしまいますね。
何をです？旦那様を中心につながった織田、足利、浅井に長尾、そして今川に武田。そのつながりがとても不思議に思えてしまうんです。旦那様がいなければこんな風に平和な形で出会うことはなかったでしょうから。お兄様の人徳のなせる技ですよ。まこっちゃん、いつの間にかすっかりお兄ちゃんっ子になっちゃったね。へへ、だって兄様の活躍を聞いてればその凄さに誰だって憧れるよ。みんなに好かれる旦那様のお人柄。ということは、この日の本すべての大名を妻にすれば日の本は平和になりますね。そりゃ理屈の上ではそうでしょうね。けど本気でおっしゃってるんですか？でも意外といい案かもしれませんよ。そりゃ確かにそういう案もありかもしれないけど、奥の管理が今まで以上に大変になるのよ。正直ゾッとしちゃうわ。そこは私たちの出番ですよ。並みいる大名たちを奥に入れ平等に取り仕切ればきっと旦那様も褒めてくださいますよ。それはそうなんですけどね。まあ奥の管理は双葉様と結菜お姉ちゃんにお任せってことで。気楽に言ってくれるわね。何よ、もう出迎えの準備？気が早いわね。光もいる。まあ直に会うのは初めてだからね。うん。私たちが軍勢を率いて上洛する方が手っ取り早かったんだけどね。策の一環。光、策って何よ？私聞いてないわよ。知らないわよ。光に織田が来るからつつじヶ崎に来いって誘われたから来ただけだもの。で、策って何のことなの？敵が動きやすいようにする。だけど、クオンが来るまでは。ありがとう。はいはい。二人だけでいい雰囲気にならないの。私だっているんですからね。別にどうでもいいけど。それより光、駿府の方もなんだかまずいって話じゃなかったっけ？あまり良くない。どうするつもりよ？クオンが来てから。まあそれが筋か。わかったわ。何よその顔は。肉のくせに素直すぎ。裏がありそう。あんたね、せっかくあんたの考えに賛同してやったのにその言い草は何よ。嘘。ありがとう。光の考えを認めてくれて。最初から素直にそう言っておきなさいよ、バカ。悔しいから言わない。あんたね。
お兄ちゃん、ひかりお姉ちゃんにみくお姉ちゃん。あら、カオル、どうしたの？小田の先触れの人が来てくれたよ。今、夕霧お姉ちゃんが案内してる。もうちょっとしたら、つつじヶ崎館に到着するって、先に私に伝えてこいって。予定より少し早いんじゃないの？先触れのものは？わかんないけど、すっごく綺麗な長い髪の女の子で、すっごく美人さんなの。名前を聞いても言ってくれなかったけど、声だってすっごく綺麗な声をしてるんだよ。興奮してるわね。そんなにすごいの？それに巨祖も前みたいに綺麗で、でも目だけは綺麗なんだけど、炎が燃えてるみたいに鋭くって、ちょっと怖い感じだったかな。夕霧お姉ちゃんも、ただものじゃないで上がるって言ってたよ。なかなかいい武者のようね。その使者、一体誰かしら？あら？来た。このうつけ者、我を捨ておいて貴様は何をやっていたのだ。寂しいなど絶対か？絶対だぞ。約束だからな。5分。はじめまして、織田久遠殿。むつみ合いの最中で申し訳ないんだけど、そろそろご挨拶をさせてもらってもいいかしら。その前に健介から離れる。いつから？最初からいたわよ。
後国主および関東管領長尾美久影虎よ。甲斐信濃国主武田光晴信。尾張美濃国主織田上総介久遠信長だ。お初にお目にかかる。はじめまして。うん。屋敷だと？つつじが先館の主は武田光ではないのか。なぜ貴様が指図するのだ。健介は光の夫、つつじが先館の主の夫だから別に構わない。ふん。あら、面白いことになっちゃってるわね。けど二人ともここにも健介の妻がいるってこと忘れちゃってないかしら。お兄ちゃんの取り合いになっちゃったね。そこは大丈夫だと思うよ。みんな目指すところは見失ってないし。けどお兄ちゃんのことが大好きだから、私的な時間ではみんなお兄ちゃんの一番になりたいんだよ、きっと。お兄ちゃんらしいね。けどそれって実はすっごく厳しいことなんだよ。だってお兄ちゃんと同じ優しさと器量を持っていないとダメってことだもん。お兄ちゃんにふさわしい奥さんになるためにみんないろいろ我慢してるのかも。それは相手次第じゃないかな。お兄ちゃんのことが好きならそれでいいって言うと思うし。だけどそれじゃ嫌だって言う人はいないと思うけど、そう思ったらもうお兄ちゃんのこと本気で好きじゃないんだと思う。だから気にすることないと思うよ。気持ちって自分ではどうにもならないことだもん。一番大事なのは相手のこと、お兄ちゃんのことをどれだけ思えるかってことでしょ。だからねお兄ちゃんのことをたくさん思ってるカオルもお兄ちゃんのお嫁さんになる。お兄ちゃんがどれだけお嫁さんをもらおうが
薫は気にしないから安心してね。それじゃあお兄ちゃん、先にお屋敷に入っとこ。織田の長尾、武田よ。牽制し合うのはこれで終わりにしとかないと際限なく妻が増えていくわよ、これ。我らはもはや一心同体。仲良く健介を共有しようではないか。賛成する。しれっと言ってるけどさ、あんたも妹の変化ぐらい見抜きなさいよ。見抜いていたけど止められない。まあクオンの例の宣言もあるから仕方ないけどね。ちなみに長尾武田家中で健介の妻になっている、もしくはなりそうなものは何人いる？正直把握できてないわ。武田はどうなのだ？私たち姉妹の他に6人ぐらい？姉妹が3人だから9人もなの？やっぱり武田に身柄を渡したのは失敗だった。織田は？我だけだぞ。なんだ、それならまだまし。嘘。歩き巫女たちから聞いてる。ちょっとクオン、嘘ついたの？嘘とかそんなことは知らんが、歩き巫女とはなんだ？武田の諜報部隊の一つよ。日の本全土を旅して諜報活動をしている巫女たちの総称。なんと。健介隊は言うに及ばず、織田家中では三若と呼ばれている子たちと、他にも久保姉妹、もしかして浅井の2人も可能性があると報告を受けている。認めよう。確かにその歩き巫女とやらの報告通りだ。ちょっと、あいつ一体何人嫁がいるのよ。把握はできておらん。奥向きが心配。それなら大丈夫だ。我の妻と久保の妹に奥の仕切りは任せておる。天下の久保の御妹君が奥を取り仕切るって、なんだか途方もないわね。おそらくもう増えることはないと思うが。今はでしょ。あいつの場合、いつ何時新しい嫁を見とるか分かったもんじゃないわ。仕方ない。まあそうだけど、まったくどうしてあんな男に惚れちゃったのかしら。それも運命。運命か。面白いものだ。面白い？って何がよ。何？少し安心したのだ。安心？健介を勢力9号の道具として見ているのかと案じておったのだが、どうやら2人とも心底あやつに惚れてくれているのだな。そこまでじゃないけどね。まあ男としてはなかなか見どころがあるから、少しぐらい惚れてやってもいいかなとか思ってはいるけど、でもそう気まぐれよ、気まぐれ。人生なんてどうせ一睡の夢ってやつなんだから。一睡の夢ってやつなんだから。だから気まぐれで人を愛してもいいじゃない。ねえ光、国主なんだからそんなに簡単に心を許してなるもんですかってね。私は心底惚れてる。そこで裏切るの？素直じゃないのは良くない。何よ急に笑い出して。すまん。
健介のやつは本当に面白いやつだと改めて思えてな。面白いというより食えないやつよ、あいつは。確かにそうとも言えるが、だが天下統一を狙える勢力の当主たちをこれほどまでに虜にするとは、本当に面白いやつだ。すごい人。まあ、それは認めるけどね。そうだな。ミク、光。ええ。共に天下を鎮めようぞ。